こんにちは、月島です。今回は2020年ブラックフライデーで私が買ったものをまとめてご紹介したいと思います。もちろん音楽堂ですので DTM 関係のアイテムです。今回の動画では4つの項目に分けてお話ししていきます。まずは DAW のアップグレードをしましたので、そこから行ってみたいと思います。はい、DAW を2つアップグレードしました。まず1つ目はこれからメインで使っていきたいと思っている DAW の Studio One です。今まで8年くらい Pro Tools を使用して楽曲の制作やミックスをしてきましたが、サブスクリプション版というものに移行してしまい、使用料が高くなってしまいましたので、残念ながら Pro Tools は今年いっぱいで使い続けることを断念しました。DAW に毎年25,000円くらい支払うのはきついというか、個人では無理です。今までは年間11,000円ぐらいでしたので更新を続けていました。また DAW を移行するのはいいのですが、今まで制作したり制作途中の Pro Tools 形式のファイルをどうするのかが最近の悩みです。Studio One に話を戻すと、今年の6月頃にバージョンが5にアップグレードされました。私はきっとブラックフライデーに割引セールをすると思っていたので、すぐには購入せずに待っていましたら、思った通り 30% オフになりましたので、このタイミングで購入しました。ちなみに3から4にアップグレードされた時もブラックフライデーで割引していましたので、スタジオワンユーザーの方は覚えておくとお得だと思います。もう一つはライブ11です。といってもライブ11は来年発売予定のバージョンですが、今現行のライブ10を新規購入もしくはアップグレードを購入しておくと 20% オフで購入できて、さらに無料で同じグレードのライブ11をゲットすることができます。私はライブ10スタンダードを持っていたのですが、この機会にライブ最上位版のライブ10スーツのアップグレードを購入しました。これでライブ11スーツがリリースされたら無料でダウンロードして使うことができます。ライブは舞台音響をしていた時期に使用していました。楽曲の制作では使用したことはないので、あまり使い方はわからないのですが、今後ライブを勉強してやってみたい企画もありますので、この機会に入手しました。ちなみにライブの割引キャンペーンは2020年12月現在でまだ行われています。はい、購入したプラグインです。まず一つ目は Sonox Oxford Infloater Native です。ついに Sonox のプラグインに手を出してしまったという感じです。高価なプラグインなので今までは見ないようにしていましたが、今回とても安くなっていたので購入してしまいました。このインフローターというプラグインは基本的にはリミッターのように使います。そしてカーブというコントロールがあって、ここで真空管のような温かみを加えることができるのが特徴です。いわゆるサチュレーションです。このプラグインは少し使ってみただけですが、レギュラー入り確定しました。アウトプットの機能が抜群で、まだ細かく検証していないのですが、指定したデシベルでぴったりとリミットしてくれます。たまに指定したデシベルをわずかですが超えてしまうプラグインもありますので、さすがプロ御用達だなと思いました。これは今後バストラックには必ず使うことになります。買ってよかったです。今回はマスタートラックに挿入してみました。少しだけ使ってみます。ドラムトラックをソロで鳴らします。今はデフォルトの状態です。アウトプットをマイナス1デシベルに設定してみます。再生します。
マスタートラックのところでマイナス1デシベルを超えないようにぴったりとリミットしてくれています。サチュレーション効果を加えるには真ん中にあるカーブというこのスライダーを動かすことで変化を加えることができます。はい。2つ目のプラグインは Sonox Oxford Transmod Native です。このプラグインはセールの終了ギリギリまで買うかどうか悩みましたが、インフローターがあまりにも良いプラグインだったので購入しました。トランスモッドは音源のトランジェントを調整することができるプラグインです。主にドラムなどのパーカッションのアタックを強調したりソフトにすることができます。うまく使いこなせばこのプラグインもとても有用だと思います。ちなみにギリギリまで購入を迷った理由はトランジェントをコントロールできるプラグインをすでに持っているからです。それがこのトランジェントデザイナーです。このプラグインはアタックとサスティーンをいじるだけですので、こちらの方が使いやすいかなと思います。そのうち使い比べてみたいです。少しだけトランスモッドを使ってみたいと思います。オンにしてオーバードライブを 100% にします。そしてレシオを上に上げるとアタックが強調されて、下に下げるとアタックがソフトになります。はい、アタックが強調されますが、上げすぎるとクリップしたような音になります。次に下に下げてみたいと思います。アタックが抑えられてソフトになりました。こういうことができるプラグインです。3つ目のプラグインはウェーブス社の CLA エコースフィアです。これは購入したのではなくて、ほぼ毎年恒例になっているウェーブスのブラックフライデープラグインの無料プレゼントでいただいたプラグインです。月島ブログ別館の方でも記事にしましたが、ブラックフライデー期間中に専用ページにメールアドレスを登録するともらえます。CLA エコースフィアはエンジニアのクリス・ロード・アルジ氏がウェーブスと開発したスラップディレイとプレートリバーブのプラグインです。デフォルト状態で再生をしてみます。基本的にはプレートリバーブですので、ボーカルトラック等にかけるのが良いかと思います。4つ目のプラグインはウェーブス社の CLA エピックです。これもクリス・ロード・アルジ氏のスタジオで彼が使用しているお気に入りの4つのディレイとリバーブをモデリングしたプラグインです。イントロセールの安さに負けて購入してしまいました。まだ動画を見ただけですが、スラップ、スロー、テープ、クロウドという4つのディレイとプレート、ルーム、ホール、スペースの4つのリバーブを自由に組み合わせてシンプルに使うことができるそうです。デフォルトの状態でドラムの音を鳴らしてみたいと思います。これも研究して使ってみるのが楽しみなプラグインです。今回購入したのはトゥーントラック社が販売している EasyKeys の演奏データです。EasyKeys はピアノ、キーボード音源なのですが、プロの演奏した MIDI データを取り込んで演奏させることができるソフトウェアです。
鍵盤楽器が全然弾けない自分にとってはなくてはならない音源と MIDI データです。2つ購入しました。アメリカーナ Easy Keys MIDI とエモーショナルバラッツ Easy Keys MIDI です。どちらもブラックフライデーセールで大幅に安くなっていました。セール対象はこの2つだけだったので即買いしました。気がついてみるとこの MIDI パックを集めることが趣味になっていたりします。実際に操作するとこんな感じです。ブラウザをクリックします。今回購入したアメリカーナです。例えばカリフォルニアという曲のイントロをクリックすると4つパターンが表示されます。バージョン3を再生してみます。これをトラックにドラッグ&ドロップで貼り付けて自分の楽曲に利用することが可能です。はい、いかがだったでしょうか。購入したものの数は少ないのですが、結局まとめてみると結構な出費になりました。ウェーブス社のプラグインはすでにかなりの数を持っているので今年は買わないぞと思うのですが、結局2つ3つ増えていってしまいます。でもせっかく手に入れたプラグインですので研究して使いこなしていきたいと思います。また次回の動画ですが、そのウェーブス社よりなんともラッキーなメールが来て、さらにウェーブスのプラグインを1つ購入することになりました。次回はその辺のお話をしてみたいと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。